本日5月16日は旅の日ということらしいんですけれども、この〇〇の日っていうののね、音関連、音楽関連の日をちょっとピックアップしてね、今日はお話ししていきたいなというふうに思っております。いや、結構ね、いっぱいあった。なんか365日ね、ずらーっとこう一覧で並んどうやつの中からピックアップしたんやけれども、大体〇〇の日って何かの記念日か、語呂合わせなんですけれども、なかなかね、無理くりな語呂合わせとかもあったりとか、そんな日作ったのっていう日もね、ありつつ、面白かったんで、その話をね、こう、つらつらっとしながら雑談交じりでやっていきたいかなと思っております。では早速行ってみましょう。どうぞ。さあでは1月からですね、のんびり喋っていこうかと思いますけれども、全部が全部のね、制定の理由とかを説明してたら、長くなるんで、かいつまみながらね、話していきたいと思います。さあ、1月は、2つありました。19日、のど自慢の日、カラオケの日、そして22日がジャズの日ということで、こののど自慢の日、カラオケの日は昭和21年1月19日にのど自慢素人音楽会が NHK のラジオで放送されたのを記念して NHK が制定しております。で、今でいう NHK のど自慢大会ってやつですね。なんですけれども、こののど自慢がきっかけにカラオケが国民的文化として広まったということで、カラオケっていうのは皆さんご存知だと思いますが、カラのオーケストラの、合体語ですね、造語になるんですが、まだその当時はこのカラオケっていう言葉はなくて、これは1970年代から使われ始めたそうです。はい。で、もう一個の22日のジャズの日はですね、2001年、もう割と新しいのかな、ジャズクラブオーナーが集うジャズデイ実行委員会によって制定ということで、ジャズの JAZZ の JA が1月のジャヌアリーの頭文字と一緒っていうことと、ZZ が数字の22とこう形が似てるっていうところから1月22日になったそうです。結構無理やりかなっていう気もしないこともないですけども、はい。でですね、で次2月はね、特にこれっていうのがなくて、3月が、3日耳の日、4日、三振の日、19日ミュージックの日で、31日オーケストラの日ということでですね、割と3月多かったかも。耳の日はそのまんまの語呂合わせよね。見た目もあるのかなっていう気はするけど、1956年、昭和31年に日本耳鼻咽喉科学会によって制定されて、耳の大切さを再認識し、耳の衛生についての知識の普及や聴覚障害の予防治療について理解を深めることが目的ということで、これはかなり医学によったなんていうんですか、真面目な日って言ったら変やけどそんな日ですかね。で、翌日4日は三振の日ということで、三振といえば沖縄よね。1993年、平成5年ですねに琉球放送によって提唱されましたということなんですが、沖縄県と琉球放送が一緒に共同でですね制定したそうです。沖縄の伝統的な楽器である三線の文化を広く伝え、後世に継承するという深い意味が込められていると。で、19日がこのミュージックの日、音楽の日ですね。これはね、結構音楽に関わる組織、しっかりした組織と言ったら変ですけれども、1991年日本音楽家ユニオンが制定した記念日で、音楽家の現状についての理解を求め、改善のための支持を得ようという目的で制定されたと。だからね、この日本音楽家ユニオンっていうのが、日本演奏家協会と日本音楽家労働組合の、合同の組織で、1983年10月に発足ということで、結構昔からある組織みたいなんですけれども、音楽家の個人加入による全国組織ということで、音楽家がね、もっと、表でたくさん活躍できるようにじゃないけどさ、今だったら、インターネットで音楽聴くだけじゃなくて、もっとこう、生で音楽楽しもうよみたいな
で、もっと音楽家への支援が広がって、たくさん活動できるようになればいいなみたいな、なんかそんな感じで、作られているもの、活動しているものということですね、ざっくり言うと。だからいろんなところで演奏会をしたりしているそうなんですけれども、でここにももちろんオーケストラに参加するような演奏家の方も加入はしているそうなんですが、この31日のオーケストラの日の方ね、これはまた別の団体が制定してて、公益社団法人の日本オーケストラ連盟が2007年に制定。まだ新しいですね。一人でも多くの人にオーケストラをもっと身近に親しんで楽しんでもらうことが目的ということで、この31日付近で、結構全国各地で記念コンサートを行っている。今年も行われたそうです。いろんな団体出てくるね。このね、なんか、オーケストラとかなんていうのかいな。音楽ジャンル別の〇〇の日とかもね、この後結構出てくるんですけれども、4月はね、9日がフォークソングの日でした。4、4と、9日のそのフォークの9を9で語呂合わせしてるのかな。フォークソングの日というのがありましたけれどもね。あとね、次5月なんですが、直接音とか音楽っていうことじゃないんだけど、18日言葉の日っていうのがありましたね。これも制定されたのまだ新しくて2019年10月なんですけれども、横浜みなとみらい、部活動ってこれそのままアルファベット読みしていいのかな、連続講座言葉の企画っていうのの企画生らによって制定されましたっていうことで、生徒さんたちが作ったみたいな感じなのかな。言葉を大切にし、人と人とのつながりを持った上で暮らしを豊かにすることが主な目的ということで、その話し言葉だけじゃなくて手話とか、あと点字とかかなの講義で解釈できるようにひらがなの表記がされてるっていうそのこだわりとかもねあるらしいです。へーって感じだけどね。でも本当いろんな団体とかいろんな組織で規模も大小いろいろっていう感じで制定してるとこがたくさん出てくるんやけど、次6月ですね。6月6日、これね同じ日になんかいっぱい何々の日っていうのがあって、補聴器の日、邦楽の日、楽器の日って3つ同じ日にありました。邦楽の日っていうのは和楽器の日とかも言われたりするそうなんですが、1985年に東京邦楽器商協会が制定したということで、これね珍しく記念日とか語呂合わせじゃなくて、なんかね昔から6歳の6月6日に習い事を始めると上達するみたいな言われがあるらしい。だけどそれにちなんで6月6日に制定されているそうです。で、これとまた別で楽器の日っていうのがあって、また制定したのも別の団体なんだけど、一般社団法人の、全国楽器協会が1970年に、楽器の楽しさを知ってもらうためにということで制定してるんですが、6月6日にしたのはさっきの邦楽の日と同じ理由でこの日に制定してるそうです。だからなんだろうな、ごめんね、めっちゃ飛行機の音が入りようかもしれん。6月6日から楽器を始めればいいかもしれん。そしたら上達するかも。なんで、来月からですね、何か今楽器始めようかなって思ってる人は、今から準備して6月6日から始めていただければなと思います。で、あとはやっぱ6月って言えばロックの日ですね、9日。これさ、なんか音楽好き、ライブ好きとかの人が勝手に語呂合わせで言いようだけかなって思ったんですけど、ちゃんと制定されとるらしい。ですね、楽器音楽制作系のフリーペーパーデジレコを発行する株式会社ミュージックネットワークによって制定ということで、ただね、何年に制定されたのかがちょっと調べがつかなかったんですけど、いつの間にかみたいな感じなのかな。なんか余計よね。だけど普通に自然にみんなが言ってるだけかなと思ったんやけど、ちゃんと制定されております。ほんとね、いろんな規模の団体組織が出てくるけんさ、この制定するための基準ってなんかあるんやろうかみたいなとか、資格じゃないけどさ、
こういうところでこういう理由があったら制定できますよ、登録できますよみたいなのがなんかあるんですかね。なんかやったもん勝ちな気がしてきたけど。さあ、やっと半分終わりました。まだまだありますよ。7月は1日が童謡の日、31日が蓄音機の日ということで、童謡の日はこれ記念日やね。1918年の7月1日に日本初の児童文芸誌赤い鳥が創刊された記念で、日本童謡協会によって制定ということで、いろんな童謡とか童話とかが載ってる文芸誌みたいですね。で、蓄音機の日はあれやね、エジソンやね。1877年にアメリカの発明家トーマス・エジソンが、蓄音機の特許を取得した日を記念して制定ということで、明治10年やけん一番今出てきた中で古い制定日なのかな。これね、ちょっと後でこの蓄音機の関係のやつでもう一個出てくるんで覚えておいてください。で、8月。これね、またジャンル別記念日で、10日レゲエミュージックの日というのが出てきます。で、19日は、俳句の日。28日は、今度ジャンルじゃなくて個別の楽器出てきたバイオリンの日っていうことらしいですね。9月もね、このジャンル別記念日出てくるんやけど、4日にクラシックの日っていうのがあります。クラシック音楽の日。あと7日が CM ソングの日っていうやつがあったね。これは1951年の9月7日に初めて CM ソングを使ったラジオ CM がオンエアされた記念ということで、なんか CM コマーシャルに曲とか歌をつけるってことがなかったんやろうね、それまでは。で、これがなんか記念日になってるようです。そして10月もまた結構多いっちゃね。1日が国際音楽の日、5日が音楽芸術の、なんて音楽芸術の日、10日がドラムの日、また楽器来たね。で、17日がカラオケ文化の日。このね、1月のカラオケの日とはまた別でカラオケ文化の日っていうのがあった。この1日の国際音楽の日っていうのがね、ちょっとだけこう真面目に考えさせられるというか、ちょっと思うとこがあるなっていう感じの個人的な感想やったんやけど、1975年バイオリン奏者のユーリー・メニューインさんという方がですね、世界中で絶えることのない紛争に心を痛め、音楽を通じて平和のメッセージを発信することを提唱していたと。で、それをきっかけに、1977年にですね、チェコのまた神そう、ブラチスラバーというところで開催されたユネスコの国際音楽評議会総会というのにおいて、この国際音楽の日というのが制定されました。なんか音楽を通じてね、平和の日として制定されたわけですけれども、なんかこれ日本ではね、それからちょっと経って1994年に、音楽、施行法が公布され、その中で同じこの10月1日を国際音楽の日と定めることが決まったということで、なんかその世界的に制定された日と日本で制定された日がね、また年代違って、それもなんでだろうなっていう感じがしたんだけど、そのさ、なんだろう、音楽で世界を救うじゃないけど、まあそういう思いが結局ある日だと思うよね。平和を願うみたいな。なんだけど、音楽でね、世界は救えません。残念ながらね。っていう、レンさんは割とそういうドライな考えなんやけど、でも、音楽の世界、音楽の畑では、差別とか、偏見とかはないよねっては思う。なんか、音楽のジャンルって結局いろんな国とか地域の、歴史遡ってって、その国それぞれの事情があって、そこからこう、できてきたものやん。だから、そこまで遡って考えると、歴史とかなんか政治とかそういうのが絡んではくるんだけど、でも今単純に音楽好きって言ったらさ、別にその差別とか偏見はないじゃん。そのジャンル別でなんかこう、派閥がありますみたいなさ、そういうの特にないと思うよね。好みはあるけど。なんでそういうところがね、ゆくゆくは世界平和につながれば
いいんだろうなっていう話ではあるんだけど、そういうのをね、ちょっと考えさせられましたね。はい。そして11月、今度ね、3日レコードの日と、18日が音楽著作権の日。で、24日がオペラ記念日ということで、これさ、制定理由とかじゃないんやけど、この著作権ってさ、むずくない？自分の作品でも、どこのプラットフォームで流すかとか、その流し方とかによっては、自分の曲なのに、著作料発生するみたいな。なんかそういうのもあるらしいんよね。だけど、どういう手続きが正しいのかっていうのが、わからん。未だにわからん。正しいっていうか、一番気兼ねなく自分の作品を自分のものとして、使えるかみたいなのがさ、いろんなの、こう、説明見るけどね、よくわからん。個人なのかとか、事務所に所属してるのかとかでも違うのかもしれんけど、それね、わかりやすく誰か説明していただけると、はい、非常に助かります。そして最後、12月。6日音の日というのがあるんですが、これがですね、ちょっと遡って7月31日の蓄音機の日とつながりがあります。エジソンが発明した蓄音機での音の録音再生に成功したことにちなんで、1994年に日本オーディオ協会が制定しました。なんでエジソンが発明したのに日本の協会が制定したんっていう疑問はありますが、あと94年なんで、そんなめちゃくちゃ古くないよ。このさ、蓄音機の日のさ、制定日いつやった？ちょっと待って、7月、そう、1877年。一番ね、この記念日の中で一番古く制定されてるんで、これ多分本当に発明して間もなくっていう感じの年代なのかなだと思うけど、そこからさ、すごい何年も経って日本がなんかそれつながりで別のことを制定しとんやけど、何年なんでしょうね。ちょっと疑問はありますが、一旦置いていきましょうか。さあ、以上がですね、1年を通して音関連、音楽関連の〇〇の日ということでございましたけれども、いかがでしたでしょうか。結構あったよね。なんか、レンさんが見たその365日のね、この一覧の中からピックアップしてるんで、他にもね、なんか抜けてるのあるよとか、こういうのもあるよっていうのがあったらね、ぜひ皆さんコメント欄で教えてください。本当その、大小いろんな団体とか組織が制定しているんで、何なんですかね。はい。制定理由、制定基準もう知ってる方がいれば教えてください。はい。そんな感じで本日はここまででございます。面白いなと思った方は、チャンネル登録と、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。では次回の動画まで、またねー。